大誠フィルムのヒロト。どうもです。どうも。どうも。はい。ただいまですね、僕たちがいるのが、ホテル活魚。ついに来ましたね。来たね。来たかったね。千葉県有数の心霊スポットと呼ばれるですね、うんこのハイラブホテルですけれども、はい。まずはね、皆さんにこのハイホテル活魚がですね、どんな場所であるかご紹介したいと思います。千葉県のですね、ホテル活魚。こちらはですね、もう本当にね、たくさんの、事故起きてるんですよね。皆さんもですね、かなり有名な事故ではあるので、知ってる方も多いとは思うんですけれども、もともとですね、それ以前から宿泊客の自殺だとか、殺傷事件もあったっていうような噂はあるんですよ。ただそれは噂に過ぎないというか、信憑性は定かではないんですね。はいはいはい。それで今回ですね、僕たち、この千葉県までちょっと遠征に来たわけですけれども、はい今ね、時刻はまだお昼過ぎ頃なんですけど、そうだね。ちょっとね、今回特別にね、お昼の廃墟の様子ほうほうをほう。見ていただきたいんですけど、もうん。うね、昼めちゃくちゃ不気味です。君っすね。で、周り特に何もなくて、そうもうポツンとね、この森の中にある感じなので、そう。かなりちょっと異世界感はえげつないんですよね。うん。早速ぐるっと回ってみましょうか。はい。はい。大間が好きで、昼の映像ってなかなかないから、ね結構レアですね。かなりでも大きいよね。大きいね。なんか、不思議な作りお城みたいな作り。そうですね。もう見て。このさ、ちょっとカメラで映るかわかんないけどさ、やっぱ中はね、めっちゃ薄暗いのよ。想像以上に暗いね。そうそうそう昼なのに。ちょっと1階から回ってこうか。こんな暗いんだ。まあまあ、心霊スポットでありがちな落書きだらけではある。うん。うわ、すごいな。広いよね。こっちはもう、特に昼間見てる。やっぱりね、見ていただくと分かる通り、もう、かなり破壊行為が目立っておりまして、であと落書きがとんでもなく多いですね。これライトつけた方がいいんじゃない？つく。でもなんか、昼ってあんまり俺ら来ないじゃないですか。もう、ちょっと明るく見えるから、逆になんか、人がね、こう、人影が、こう、パッて見えたりするのって、夜ってはっきり見えるじゃないですか。でも、昼だと、ってちょっと、そうだね。なるから、怖いよね。昼の方が怖いよね。よくわかんなかった。もう、物はもう何もないね。そうだね。もともとですね、このホテルっていうのは、昭和50年代にラブホテルとして開業したんですよ。その後に、建物はそのままで鮮魚料理店になってるんですね。それが活魚っていう名前なんですよ。だから、グランドホテルって言われたり、活魚って言われたりするわけですね。ただやっぱり、こんな見た目のね、山奥のね、元ラブホテルの形態をそのまま使った鮮魚料理屋さんなんで、すぐ閉業してしまったそうなんです。では2004年にどんな事件が起きたかというと、12月にですね、女子高生がここで殺害されてしまったという事件、有名だと思います。強盗目的の男5人がですね、その時には廃業されて、今のような廃墟のような状態になっていたこの場所、電気コードを使って放殺されてしまったんです。で、噂によると、この中にその当時廃棄されていた冷蔵庫の中に入れられて、亡くなっている状態で発見されたということを言われています。かなり凄惨な事件ですよね。ただやっぱりね、その当時も犯人も未成年者が多くて、あんまり大々的に報道はされてないんですよ。で、その主犯格の人間2人いるんですけど、そのうちの1人はですね、無期懲役判決を受けた後、刑務所内で死亡してるんですね。でね、そんなこともあった場所ですんで、心霊現象がかなり多く報告されている千葉県でも有数の心霊スポットでして、女性の幽霊がさまよっているだとか、2階の奥から2番目の部屋、ここが一番危険だというふうに言われているらしくて、そこでですね、取り憑かれてしまったりだとか、もう窓からこう身投げをしようとしてしまったりだとか、肝試しに来てね、そういった情報が寄せられております。でも1階はおそらく、その車と、あとはその管理の部屋とかじゃないかな。で、2階が全部居室になってる。なるほど。そうだよね。全部ここに階段があるもんね。暗いね、ほんと。これは地盤沈下してすごい。部屋にするのわからないよね。これ駐車場？ここはね、なんだろう。多分駐車場なのかな。でもあそこに塀があるの。ブロック塀が。そうだね。
なんだろうね。なんだこれ。でもさ、カットされてるからさ。そうそう。お風呂そんなわけないか。そんなわけないか。なんだろう。こう、2箇所こうなってて、他普通だったのに。もしかしたら、うん。その地盤沈下が始まっちゃってあいや危険だからもうわざと切ってあ落としたっていうこと、あ、それもあり得るかもね。うんまあ、綺麗に落ちてるから。カットされてるねね。カットはされてるね。あでもここなんかお風呂あでもここやっぱり部屋だうん。あれなんでこんな狭いのこのストレートとかマジこれマジ気味悪いななんか出てきそうだよね。うんこれは本当に。すごい思ったんだけど、階段なくない？階段はねないね外だねあ、外付けなのか。 1階を見て回ったけど、うんこんな感じで何もないっぽいんで、うんうんちょっと2階上がってみようか、多分ねこの外あ、行ってみようかここか。気をつけて。細いね、階段が。細いし、暗いし。そうだね。昼でも映らんもんな。やばいな。大丈夫、そこ抜けそうじゃない。ここは火が放ってある跡があるうわ、すごい映像だ。漏れ焦げだわうわ、そう。ちょっと不気味じゃない。夜来るよりそうだね怖さを感じるかもしれない。こんな暗いと思わなかった。周りに何にもないから、昼でもめちゃめちゃ静か。ね。一気になんかひんやりしてきた。わかるそれ。そうだねかなりひんやりしててなんかまあコンクリート作りのさ、建物だからっていうのもあるけど、この音の響かなさすごいね全く反響しないというか怖い。これはすごいです。電気ないと真っ暗だよね、ね。こんな状態ちょっとそこ立ってそのドームのこういう感じ映ってないでしょほぼ映ってる、映ってない。なんだろうなんか急にやっぱ2回来ると温度変わるというかひんやりしてきたね。うんなんか物音するよねしないわからんわからん。えそっち後ろわからん。ちょっと待ってちょっと待ってなんか話し声聞こえないわからん。ホテルでよくあるやつじゃん誰か住んでるっていうパターンああ、そういうことなんだか。わからんわこれちょっと待って今、したね。めっちゃしたよねなんかうんみたいなマジで。じゃあ人いるんじゃない？ちょっと行ってみるか行ってみようか。でもね今住めるようなまあ。状況ではないのよ、何にもないからね。そうそう。あ、でも確かにさっきの聞こえた。完全に聞こえたね。ね。でも隣の奥から2番目はいはいはい。の部屋が一番危険だと言われてるんで、それをちょっと探したいんだけどなんか赤い部屋赤い部屋。これはなんかあれだねでも管理者のそうだね。リネン室みたいな。そうあれこれもなんか赤くない？全部赤いの赤いよ。いやでもちょっとやっぱ不気味だね昼間でさよく見える分さ、うん。それで余計そう。夜にないなんか恐怖感があるよね。ね。なんかさ展望台みたいなのあったよねったね。なんだこれ。まあ入り口非常階段的な。そうだね。大丈夫か。
うわ、やばいね。やばいね。この映像やばいね。まあ、一番向こうの奥から2番目が危険だっていうことなんで、ちょっといよいよじゃあちょっと行ってみようか。はい。これはすごい。えぐいですね、ここ。昼までこれだもんな。真っ暗や。真っ暗だよ、本当に。ゾゾゾさんのさ、うん。動画でも出てたようなさ、気持ち悪いドクロみたいな落書き。あれはもうなさそうだね、なんか。もう、削られちゃったとか。多分、そういうこんだけ破壊されてるから。残念だね。ちょっと一応探すけど、こっちだけ。うわ、映ってる映ってるいや、もうね、本当に、もうトモさん顔映ってない。映ってないと。まあ、しょうがないよね。うわ、すいまあ、絵はない。うん。絵はないね。ないよ。うわ、これすごいな。ここもほんと真っ赤だ。真っ赤っかだ。これってあんま映んない。あんま映らんけど、まあ不気味には映ってる。うわ、ここも焦げてる。焦げてるのか。焦げてる。焦げてるね、焦これ。げてるね。ここも火出てるね。絵ももしかしてその時一緒にあ、そういうことか。あ、ないか。こっち行ってくるのかいや、奥から2番目だから。そっち。あ、これか。これか。な。あ、でもここが一番物が残ってる。ここが一応奥から2番目の部屋だね。まあでも一番原型を捉えてる。確かにもうなんかやっぱ昼間だとこうしてね、ここは大きい窓がある部屋なんで、そんなになんか変な嫌な感じはないですけど。どっちかっていうと廊下の方が廊下が気味悪い。気味悪いね。まあやっぱ絵はない。絵はなかった。でもさっきね、なんか男のうなずく声というか、くぐもり声というかね、うなるような声が聞こえたけど、奥の方だったね。でも一旦ともさんここで待機してみようか。マジこれやる？まあせっかくだからね、あー検証してみようか。今ね、1階2階をねぐるっと回ってきたんですけど、なんかねやっぱ1階はねまだ全然あれなんだけど、2階はちょっと見てもらえば分かる通りこんな雰囲気なのよ。やっぱさ、この微妙に明かりが漏れてる分、かなり異様さはあって、ちょっと声聞こえたりとか、足音みたいなのが聞こえるよね。では早速ですね、せっかくねここまでやってきたので、やばいよ。そう、この市への入り口って書いてあるんですけど、こちらの部屋で、まあ、中明るいんですけど、ここでともさんがまず一人で検証してみてください。で、僕さっきさ、あの廊下のあの辺でさ、声聞こえてるし、部屋の方、なんか嫌な感じしたのは向こうの方の部屋なのよ。そうだね。本当にそう。声したのもそう向こう。なんで、僕ちょっとそっち行ってみるんで、二手に分かれようか。じゃあ、ともさんと T さん。僕ちょっと一人でこのカメラでちょっとトイレ行ってきます。はい。2、30分、30分ぐらいか。検証をね、してみましょう。じゃあ僕ちょっとそっち行くんで。また後で。はい。ライトライト。なんかあったら叫んでくれ。オーケー。はい。じゃあお互い頑張りましょう。頑張りました。また後で。なんか、取れ高勝負。オーケー。気をつけて。はい。ヒロ君も気をつけて。いきますか。いきますか。あ、もう真っ暗だ。これ映らんか。映らんね。市へのの入り口。入り口。ますか。T さんと2人で市の入り口に入る。まあでも、ここは比較的明るいからさ。そうだね。なんか、やべえ部屋って言われてるけど、昼だったら、そんなに怖さはない。まあ、全くないね。こんだけ明るいから。結構綺麗だしね。綺麗。この部屋は。なんだろう、一番今まで回ってきた部屋の中で、まあベッドもそのままだし、お風呂もそのまま、壁とかぶち壊されてるけど、それ以外は多分、ね、一番綺麗な部屋なんじゃないですか。ね、上とか見てよ。すごい綺麗。うわ、すごい。えこれが、なんだっけ、天井張りの側によく、ラブホテルとかにね、ガラス張りの。上がね、なんか昔な感じがするな。昔ってなんかそういうね、回転ベッドとか、相当古いってことだね。父さんちょっと疲れてる。疲れてないですよ。
当に疲れてます。いやーでもガラスはもうほんとバッキバキで、こうやってさ、こうやって見てるじゃないですか。もしかしたら T さんの後ろとかにシュッて出てくるかもしれない。まあ危ないな。危ない猫。まあ言うて2人だし、T さんと2人だし、怖さはね、一切ないね。検証しても、特に怖さがないんで。そうだね。ちょっと、何をしないのか。なんか、練習が起こる。これが、あれか、そういうのの自販機。あ、はでも、こういうのも、この部屋だけなんか残ってるんですよ。そうだねすごい。ってことは、この部屋ってあんまり、まあまあ、吸い殻とかあるんですけど、あんまり破壊行為が行われてないけど。どうしようか。まあ、しょうがない。やっぱり、やばい部屋だけど、こんだけ明るかったら、まあ、検証って言っても、こんな感じになっちゃうんじゃないですか。すげえな、これ。どこが一番嫌な感じがするかな。この外の明るさとのコントラストが不気味だよね。中はものすごく暗いのでかなり不気味。さっき声したのこの辺なんだよね。こっちか。なんかボソボソ男の話し声みたいなのが聞こえる気がするけど。特には、まあ、特にはだね。うん。はい、ではですね、まあその後もちょっと何もなく、2階にいるときはなんかずーっとさ、一定の距離でなんか黒い人影みたいなものがずーっと視界の端にゆらゆら入れてる感じはあったのよ。まあ何回かはね、3人とも同時にもう人の声を聞いているし、といったところだから何かいるなーっていうのはあるね。ちょっとまあそれでね、それ次第では今回ね、ちょっと時間の都合上昼だけの調査にはなってしまいましたけれども、まあまた夜今度はリベンジありなんじゃないかということです。また空気がガラッと変わるかもしれないですね、夜だとね。ということで今回ね、千葉県勝魚でした。じゃあ
2階にいる時は一定の距離で黒い人影みたいなものがずーっと視界の端にゆらゆら揺れてる感じはあったのよ。まあ何回かはね3人とも同時にそうもう人の声をうん聞いているし、はいといったところだから何かいるなーっていうのはある。はいはい部屋に来るのわからないよね。これ駐車場？ここはねなんだろう。多分駐車場なのかな。でもあそこに塀があるの。ブロック塀が。ね、そうだね。ブロック塀が。ね、そうだね。ブロック塀が。ね、そうだね。宿泊客の自殺だとか、殺傷事件もあったっていうような噂はあるんですよ。まあ、ただそれは噂に過ぎないというか、信憑性は定かではないんですね。はいはいはい。不気味には映ってる。うわ、ここも焦げてる。焦げてるのか。不気味には映ってる。うわ、ここも焦げてる。焦げてるのか。なんか話が聞こえない？そうかな。ホテルでよくありがちな誰か住んでるっていうパターン。ああ、そうなのか。わからん。俺ちょっと待って。今したね。めっちゃしたよね。なんか、みたいな。マジで。じゃあ人いるんじゃない？ちょっと行ってみるか。行ってみようか。なんか、みたいな。マジで。じゃあ人いるんじゃない？ちょっと行ってみるか。隣の奥から2番目の部屋が一番危険だってこと言われてるので、それをちょっと探したいんだけど。隣の奥から2番目の部屋が一番危険だってこと言われてるので、それをちょっと探したいんだけど。なんか赤い隣の奥から2番目の部屋が一番危険だって言われてるので。今回はもう正真正銘夜中の活用です。前回言ったけど、夜だとガラッと雰囲気が変わりそうって言ったけど、本当その通りだね。そうだね。あったほら 100% トマト。いやこう通り過ぎてて振り返っていなくて、でこっちから声がしたの。こっちにいると思って、ここそれで慌てて出てきたってこと？絶対ここなんかいたんだよな。その辺り
うんこう徘徊してるようなあ感覚で出ないな。もうあとは帰るだけ。もうあとは帰るだけ。よしよしよし。